千と千尋の神隠しから引っ越しで新しい家に向かう途中に迷い込んだ山道の不気味な石像とトンネルを見て嫌な予感に震える千尋を私の1平方メートルの机の上に作ってみました。もし気に入ってもらえたらぜひチャンネル登録をお願いします。とても励みになります。動画のタイムスケジュールをご案内しますので、興味のある部分からご覧ください。これが私の作業机です。粘土工作、ジオラマ作り、動画撮影、編集作業、私の作品はすべて、この小さな空間で作っています。まず最初に、それぞれのキャラクターの大きさと形状を確認するために、制作する実寸でイメージデッサンを描きます。今回は、千尋が恐怖心を抱いている場面なので、首をすくめて、服の裾をきつく握っている様子を表現するために、他の動画で使用している服やズボンの材料にゴム風船を使って、自由に体を動かせる構造にはしません。微妙な姿勢や服のシワを表現するために、全部粘土を使って作ります。ただし、いつもと同じように基本的に金属のワイヤーで骨格を作ってから、粘土を貼り付けていきます。骨格を作るのに使っているワイヤーは、造花などに使う工芸用の針金です。もし微妙に動作を調整することがあっても、自然な姿勢になるように、骨格はなるべく本物の人間の骨格に近い形状にします。使っている粘土は、ラテックス粘土で、固まった後も柔軟性があって裂けたり割れたりすることがありません。色は服の下の部分は粘土の原色の白を使っています。肌の部分や服の部分はアクリル絵の具で着色します。体のパーツを動かすことができる人形も市販されていますが、体の大きさや体型を自由選ぶことができないことと、肩の関節や股関節の動きが、本来の人の関節の動きとは違って、思うような姿勢を作ることが難しいので、私は登場する人物キャラクターはすべてこのような方法で自作しています。手、足、首は茶色のアクリル絵の具を混ぜて、肌色に調色しています。千尋の短パンを作るのに、赤と黒のアクリル絵の具を混ぜて調色します。千尋の着ている服を作るために、黄緑と白のアクリル絵の具を混ぜて、粘土を調色します。少しだけ服の裾をめくり上げて、手で握っている形を作ります。
粘土に黄色、赤、黒のアクリル絵の具を加えて、千尋の靴の色に調色します。白の粘土でソックスを作れば、千尋の体が完成します。次は、ポリマー粘土を使って、千尋の顔を作ります。ポリマー粘土は、加熱硬化タイプなので、加熱するまで固まらず、落ち着いて形状を作ることができます。スケッチを参考にして、不安そうな表情を作っていきます。私は、基本的に顔の形状が出来上がった、この段階で、90度で10分間オーブンで焼きます。完全には硬化しませんが、手でちょっと強めに持っても変形しないので、次の作業を安心して進めることができます。次に、歯と目を白と黒の粘土で作ります。白目の粘土を取り付けた後に、黒い糸を使って目と眉の輪郭線を入れます。アニメの場合は2次元で描かれたキャラクターと近いイメージにするために、このような輪郭線を入れることが多いです。千尋の場合は、耳がしっかり髪の毛から出ているので、先に耳を取り付けます。髪の毛は先端が細くて壊れやすいので、柔軟性のあるラテックス粘土を使います。髪の毛の色を濃い茶色にするために赤、緑、黒のアクリル絵の具を混ぜて調色します。黒目の光沢を出すために UV 硬化タイプの接着剤を使用します。塗った後に紫外線ランプで光を当てて硬化させます。石像の芯にするために
スタイロフォームを切り出します。この石像は正面と背面に顔があって厚さが必要なので、スタイロフォームを4枚重ねます。白と黒の紙粘土を練り合わせて灰色にしてから切り出したスタイロフォームに貼り付けていきます。紙粘土にもいろいろな種類があると思いますが、私が使っている紙粘土は乾燥すると収縮して亀裂が入りやすいので、まず大まかな形状を作り、乾燥した後に薄く伸ばした粘土を貼り付けて表面を仕上げるようにしています。餃子の皮のように薄く伸ばした粘土を表面に貼り付けていきます。この粘土はとても柔らかくて軽く、持っている場所でも変形してしまうので、片面ずつ2回に分けて貼り付けました。乾燥したらアクリル絵の具で表面に色をつけていきます。石像が長い間風雨にさらされて苔が生えているイメージになるように色をつけていきます。色を塗り終わったら木工用のボンドに少し水を足して柔らかい状態にします。筆を使ってこの接着剤を塗りながら深緑色のスポンジの粉を貼り付けます。この粉は市販されているものを使っても良いですし、発泡材料をおろし金でおろして作ることもできます。最後に庭で拾ってきた小さな落ち葉を貼り付けて石像が完成しました。スチレンボードにトンネルの開口部、そして負債である窓の形状を描きます。描いた線に沿ってカッターで切り出します。2つの窓を塞いでから自立するように台を作り、トンネルの奥行きをイメージした形状にスチレンボードを切り出して組み付けます。トンネル内部に貼ったスチレンボードの隙間を
紙粘土を貼り付けて塞ぎます。アクリル絵の具で建物に色を塗っていきます。この建物も長い間補修された様子がなく、色が褪せて塗装が剥がれたり苔が生えている様子を再現します。なるべく映画の映像に忠実に上下左右に重ね塗りされたようなイメージに仕上げます。ところどころ塗装が剥がれている様子を再現します。樹脂の繊維と粉を貼り付けて地面に近い場所が劣化しているイメージを作ります。スタイロフォームにスポンジシートを貼り付けてからアクリル絵の具で石畳のイメージを描いていきます。木工用ボンドに水を加えて緩くした接着剤を塗ってから樹脂の繊維を貼り付けて石畳の隙間に苔が生えているイメージを作ります。工芸用ワイヤーを使って道の脇の木の幹の芯を作ります。シンプルに枝の部分はワイヤーが1本、幹に近い部分は複数をより合わせて太くなるようにします。単純な作業ですが、たくさんワイヤーを使えば複雑な形状の木を作ることもできます。ワイヤーで形状が出来上がったら、灰色に調色した紙粘土を貼り付けて、木に肉付けをしていきます。
細長く伸ばした紙粘土を根元から枝の先端に向かって貼り付けていき、幹の部分を複雑により合わせると、比較的容易に木のイメージを作ることができます。針やナイフで木の表面に縦筋、横筋をランダムに入れることで、紙粘土が乾燥した後で隙間ができて、木の表面のイメージを作ることができます。粘土が乾燥したら、赤、緑、黒、白のアクリル絵の具を重ね塗りして木の表面の風合いを作ります。木工用ボンドを塗り、樹脂の粉を貼り付けて、木の表面が部分的に苔むしているイメージを作ります。幹に短く切った工芸用ワイヤーを刺してから、樹脂苔を取り付けて、新芽が出ている場所のイメージを作ります。枝に樹脂苔を取り付けて、葉が茂っているイメージを作ります。濃い色と淡い色の2種類の樹脂苔を重ねておくことで、立体感が生まれます。今回のジオラマには、以前、同様の方法で作った木や雑草の壁も使用しています。まず、石畳を敷きます。そして、赤いトンネルを取り付けます。両脇に以前製作した雑草の壁を取り付けます。今回製作した木と以前同様の方法で製作した木を取り付けていきます。主役の不気味な石像と千尋を取り付けてジオラマの完成です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この千と千尋の神隠しにはとても魅力的なシーンがたくさんあります。これからもたくさんのシーンを机の上に作
作り上げたいと思いますので、この動画が気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。これからも、皆さんに喜んで見ていただけるように、楽しい動画を作り続けていきたいと思っています。